ガソリン高騰で儲かろう利益ちょうだいね。ちょっと上がり始めた。皆さんは最近ガソリン代高いなーって感じていませんか？車で通勤している人なんかは支給額より会社のガソリンの方が高くなって赤字にならないか気になる事態ですよね。毎日50キロ通勤する僕の友人がいるんですけど、廃屋仕様の車で燃費極悪のリッター7キロ。つまり会社に通勤するたびに毎月1万5000円ずつ赤字になっちゃってる様子ですね。皆さんは1万5000円毎月浮いたとしたら何に使いますか？これだけお寿司食べても3回分ぐらいは合流できますよね。投資で得られる配当金も1万5000円あれば同じことができる。節約っていうのは苦しい時間、そんなことで増やせるっていうお金っていうのは自分の稼ぐ金額以上は不可能なんですよね。限られた人生は美味しいものを家族とか気の合う人と一緒に過ごして接する人に感謝を伝え合うことなのですよね。ということで節約で限られたお金を苦行で耐えるんじゃなくて、株式投資で何の苦労もせずインフレの風に乗ってお金を増やしていきましょう。日本では汗水流して努力しないと飯は食えねえぞとか、学生気分が抜けねえな、この会社のおかげで飯が食えてんだぞとか、会社員時代はそうやって注意されたので根性でお金が滲み出るっていう妄想をしてる人が多いっていうのは身に染めて体験しています。それが現在は日本の政府が投資を推奨する時代になったので、ようやく僕に追いついてきたなぁと歓喜していますね。今回はその氷山の一角である石油株と同じ上がりトレンドであるイオンファイナンシャルの株を買って、僕たちも同じことをしましょう。社畜から僕たちのところにお金を貢いでもらうっていうね。その言い方はひどいって思ったんじゃないですか？でもね、これ日本がっていうか世界で一番やってるのは日本なんですよね。日本企業が産業ではなく海外の会社を買収して配当を貢がせている。金融の割合がね、意外と世界一番なんですよね。アメリカとか中国ではなく、意外と金融資産は世界トップに君臨しているんです。これニュースめったにならないですもんね。証券番号5019ホットキットも出光チャートを見てお得かどうか検討すべきかどうか。今回この銘柄をピックアップした理由は、ちょうど買い時だから。2年間株価下落のトレンドからめちゃくちゃ大きい力が働き、2023年6月から上昇トレンドに転換しました。出光興産の収入は 78% を燃料油、石油系に依存しています。ガソリンの高騰で単価が上昇、また燃料会社の関心が高まったっていうことで PR である人間の興奮率、注目度っていうのも連動して上昇すると予想しました。配当利回りも高くて、万が一値上がりしなくったって時間でカバーできるから、アタックとディフェンスの両方が可能です。配当金総合優待利回り、配当利回りは 3.8%、 しかも年に2回の配当タイミングがあり、9月と3月です。直近の値上がりは配当需要が影響しているのかな。配当履歴安定性、気まぐれか記念配当の誤差ではないか、減配しないかの確認。出光の配当成功は総還元 50% と発表されていて、実際にはバフェットコードで確認すると配当成功は 13.9% と高い配当金の割には超余裕のようです。現在は年間120円の配当を継続していますね。銀行の定期預金 0.01% より3800倍の資金効率がっていうのは魅力的ですね。基本対戦相手がわかる株主構成、特定株、不動株。ここで特徴的なのは市場に流通していない未公開株が多い。未公開株の割合が多い場合はどうなるかっていうと、一部の大株主とか経営陣が企業を支配しやすくなります。つまり買収されるリスクがなく、配当や役員の選任もその会社の独断でも決めることが可能です。日照興産や出光美術館、自社株持ち会の出光の同じ組織で持っていることから、株価の動きっていうのは計画的に他の銘柄よりゆっくり時間をかけて進行する、そんな銘柄構成です。時価総額は981億円と東証プライムの基準でも一流企業。不動株が 8.3% っていうのは少なめなんですけど、時価総額の総量がね大きいので、不動株の特徴である流動性の低下の心配はないです。業績 PER、PBR、ROE 知ると世界が変わってくる。この指標についてはそれぞれの指標が有効な数字であるか、時間軸での変化とか業界の比較をしていきます。今回この動画で取り扱う銘柄は順張りの王道投資です。今までは自分っていうのは逆張りってね、結構リスクの高いけど結構僕しかできないっていうような手法だったので、もうちょっとね順張りの王道の投資です。なぜか、それは自分が勝った瞬間にトレンドが変わり下落する場面っていうのは割と珍しいからですよね。というのは、僕は利回り 30% 以上を2年間運用してきて、もっと楽してお金増えないかなという仮説に基づき実験しています。1週間前購入したトピー工業、2300円で100株買いまして、2倍の速度で利益が増えて配当金
が20円の4000円なんですけど、これ、1週間保有しただけでこんな感じで3万5000円のね、利益が出ました。アルゴリズムを使用しているので、株価が保証されていて、このアルゴリズムの手法と組み合わせて利回りなんと 30% となっているのも納得いきますね。前回紹介した新電源工業も利益が確認できますね。配当金や優待持つより値上がり益が爆速で資産が増えるっていうのが実験で分かりました。そうそう、指標の話でしたね。負けるリスクをもっと減らす、正確なトレードを行えるように分析しました。PER、株価収益率。今の株価は今年の利益何年分っていうこと。他の投資家は PR15 って適当に片付けているんですけど、いや、全く意味ないんですよね。大切なのは時間での変化と業界の比較。これが出光興産の PER の変化。急激な変化をしています。でもこれってぐんぐんって回ってるから多分その評価額が変わってきてるんだよね。これは、PER は1株あたりの純利益を現在の株価で割っているものなので、分母の純利益部分が下がったことがわかります。一方で、分析目的であるこの指標が有益な指標かに関しての結論は役に立たないっていうこと。こんな感じで次は業績の比較をしています。同じ石油、コスモエネルギーホールディングスの PR は 8.6 倍と、同レベル。証券番号1662石油資源開発。PR8.0、特段異常値ではなさそうですね。PBR 株、純資産倍率 0.6 倍。これは今の株価より純資産の方が大きいことを意味します。割安ですね、これは。事後資本利益率 15.6%、エネオスホールディングスの 4.9% からして非常に優秀です。しかも自己資本比率がエネオスの方が 28% で低いのに、出光の資金効率がここまで高いっていうのは優秀です。15.6 ですね。売上に関してはガソリン代が値上がりしてから、私、車乗るのやめようと思ってるんだよね。っていう人は稀でしょう。通勤でも仕事のトラックでも今後安定して石油っていうのは使われているので、単価は上がる。売上に関して僕はポジティブに受け取っています。信用倍率、感情が事実の数字でわかる。これで一般投資家が動いた実績がわかりますね。信用売り残が増加して信用買い残が減少している。見てわかることは株価が一旦調整しているので、個人投資家は牛目買いの準備をしている。確かに8月28日以降は株価が急上昇したので、平均移動線まで調整することは僕も同感です。それでは株価の上昇、そのチャートをもう一回見て設定価格を算出していきましょう。チャート分析第2段階以上を踏まえて方向がわかる。ここまでおさらいしてみましょう。ガソリンの価格は急騰したニュースが話題になっていて、ガソリンの価格が上がるけど需要は変わらず利益率が上がるっていうのが予想される。配当金は年2回支給されて9月と3月、利回り 3.8% で値上がりのキャピタルゲインと配当金のインカムゲインの両方が期待できる。株主構成からは不動株の少なさ、時価総額の総量から見てチャートの動きは平均的なものになる。株価指標の PBR では 0.6、今の株価より純資産の方が大きいことを意味しています。割安。ガソリン高騰だからといって需要は変わらないし、単価が高くなるので利益が上がる予想。信用倍率で個人投資家は9月6日時点で株価急上昇したからおしめ買いしたいっていう利益確定している。最終的に株価は4000円超えてくるんでしょうね。しかしゆっくり値上がりする数年後を待つより、アルゴリズム設定した方がハイパフォーマンスが出て、いつ売ろうかって悩むことは一切なくなります。順張りでトレンドラインを引っ張るとね、この図のようにトレンドラインを平均移動線に引っ張っていくと、3065円でおしめ買い。つまりエントリーポイントです。さて、値段が決まったところで悩みがなくなる自動運転のトレード、アルゴリズム注文の値段設定公開に行きましょうか。皆さんは利益出たら何に使いますか？僕は YouTube 動画のテロップ外注費に当てたり、ファンサイトのプラットフォームの作成とか、赤字なんだけどね、もう趣味でやってるんで。やっぱり趣味でやってる人は仕事をやってる人より趣味で活動してる方がね強いんだよね。アルゴリズム注文値段設定、攻めを徹底的にしろ。株チャンネルで紹介された銘柄を全部注文に入れていくと資金が拘束されていくじゃないですか。だからすぐ資金が枯渇してしまいます。お金足らない、入金しないとってね。これを避けるためにアラームセットを3130円にして、これを下回ったら指値注文であり地獄のようにずーっと待ち構えます。指値まで設定して株価が落ちてこないから結局買えなかったっていうことはよくありますけど、でもそんな無理してね買った時にあなたは冷静な状態ですかっていう、今回は特別って言ってると、今回は特別、今日は特別、教科書通り、僕の話したことと違うことをやって、一回だけ当たったとか、無理すると、その投資がね、癖になって、いつの間にかね、投資じゃなくてギャンブルのような、原始人投資家以下の類人猿になっている状態です。どんどん勝率が下がっていくので、当初決めたルールは絶対に守ってください。
注文指値設定を3063円に設定します。約定した後、もしくは売り注文を同時に行うセット注文に行います。人間の感情なんて当てにならないし、時間とともに変化する生き物なんで、機械にリスクを管理してもらいます。危なくなったら自動で脱出スイッチが起動される。損切りラインはね、約定した値段の 91%、つまり 9% 下落した2787円。おそらくトレンド開始の値段3247円は絶対超えてきます。この時点で配当 3.6% より1ヶ月くらいで 6% 以上の利益になります。3247円にトレーディングを設定します。アルゴリズムが使えないっていう人は、ここで利益確定です。いや、絶対もっとも増やしたいですよね。最高高値を更新したピークから114円下落したら利益確定です。絶対欲張っちゃダメですよ。はい、これで勝ち確定です。アルゴリズム設定は完了です。皆さんおめでとうございます。アルゴリズムの使い方ってどうやればっていうのか声が多かったので要望が。過去の動画で解説したことがあります。迷いは生産性ゼロの状態。利益を生まない時間。だから、感情で負ける原始人投資家を卒業しましょうっていう動画です。ついにお前は、思わず笑っちまったぜ。という。思わず笑っちまったぜ。次の銘柄いきます。証券番号8570イオンファイナンシャルサービス。選んだきっかけ、イオンの金融サービスを統括している会社で、親会社のイオンにお金を貢ぐように高配当 4.1% が設定されています。クレジットカードの金利、クレジットカードの手数料、ローン、預金、証券、保険、複数の収益権があって、指揮法によると、ドラッグストア、ウェルシアと提携カードを発行して、会員獲得を強化している。僕的に一番は株価が1450円に向けて上昇している点。万が一値上がりしなくたって高配当の時間でカバーできることから株価が上がってもう下がってもどっちにしても儲かる可能性が高いそんな銘柄。こんな上昇トレンド状態で高配当銘柄を複数5銘柄も持てばトータルで負けることがない再現性の高い王道の投資手法が完成すると思います。チャートでお得感今検討すべきか。チャート月足では直近3年間はレンジ相場で1100円から1500円を半年周期で繰り返しています。現在1300円に急激に上昇したので再来週には下落調整する押し目買いの時にエントリーするのが良いですよね。何ですか？来週紹介した方がいいんじゃないかって？いや、今回紹介した理由は、僕たちがあらかじめ説明注文13万円すると、その期間、資金が拘束されるから、その他にも自分で注文したのに、1、2週間もするとね、忘れることがほとんどです。皆さん忘れてないですか？株チャンネルが紹介されて、じゃあ買いたい銘柄があった。あれ、資金が枯渇している。なんで買えなかっただと？ 100 万円余力があったでしょう。なるほど。注文したやつが約定せずにまだ残ってんのかっていう経験があります。そうならないように買い注文は素早く仕留めるようにするには、僕がアルゴリズムの入力を公開するときにアラームの設定も表示することがあるじゃないですか。そう、今回は買い時が2週間ぐらい後のことになるので、資金が拘束されないように証券アプリのアラームを使用させ利用しましょう。配当金、総合利回り、時は金なり。配当利回りは 4.8%。重要なのは年2回に分かれているので8月の2月にもらうことができます。配当成功は 38% ぐらいを維持しています。利回りが 4.8%。これがどれくらいすごいかっていうと、シミュレーションしてみましょうか。NISA 口座、現在の成長投資枠は、年間120万円。120万円の 4.8% は57,600円。来年2024年1月から適用される NISA の基準枠では、240万円の株投資に加えて、120万円の投資信託の枠。株の240万円の 4.8% といえば、11万5200円となります。12万円が儲けたら、家賃1ヶ月とか2ヶ月とか家族と旅行に行けたりしますよね。しかもこれね、なんとね、所得税かからないんですよね。年金とか健康保険税にも影響がないっていうのは、投資がいかに貴族の遊び、あとは何も知らないバカな社畜とこの世界を作った政治家の闇っていうのが伺えますよね。世の中は不公平ですけど、有利な方に行くっていうね、自由は認められているので、どんどん有利な方向に行っちゃっていきましょう。どんどん原始人をね、社畜を取り残していきましょう。結論、配当成功 38% で金融業界を基準とするならば、許容範囲内で過去の配当実績から減配の可能性は低い。どんな会社かっていうと、
さっき言ったようにクレジットカードの金利とか銀行の融資、各種のローン、保険、金融業に特化した分かりやすい業務形態です。海外の比率を高めていて、利益 37% が海外の利益。今後日本で不況になろうが、少子高齢化で人口減少しても、顧客は海外の割合を増やすことで回避できます。世界の人口の増加とともに売上も増加するので、売上を上げるっていうのは良いでしょうね。僕が配信している YouTube チャンネルっていうのは、ニュースとか経済じゃなくて教育なんですよね。カテゴリー上。で、今回ここ一番勉強になる部分なんですけど、皆さんが株式投資をして勉強されている PR とかの指標、このイオンファイナンスは結構特殊で銀行株っていうところ、つまり教科書を見て覚えてばっかりの初心者投資家には指標が悪く見えるんですよね。これを見てください。財務表。つまり自己資本比率。銀行の場合はお客様からの預かり金またはクレジットカードとか一時的なね2ヶ月ぐらいの自分たちのお金ではないものを扱っているから財務表では負債にカウントされます。よって自己資本比率 6.5% とすっごく悪く見えます。すると資金効率の指標である ROE も正しくなくなります。自己資本比率を小さくすると利益がちっちゃくなっても分数である分母の部分が小さいので ROE をごまかすことができます。これはソフトバンクがよくねごまかすんですよね。急速に成長して手持ちのお金はないけど無理やり背伸びしている状態。僕たちの影響はスクリーニングで ROE 資金効率をランキング表示させると騙された見た目のいい指標ばかりが表示されるので会社の業績や財務構成を下調べしていく必要があります。このように僕はたくさん調べるように見えてるんだけど、実際のね業績とか指揮法を閲覧する従来のおじさん投資家の方が数倍の情報量を見てるんじゃないかなと思うんですよね。いやよく頑張るよね。まとめるとこの会社の特徴は金融業なので自己資本比率が低め、小さな利益でも ROE の資金効率が高くなるように見える。有益な見方っていうのは同じ業種の金融銘柄から比較を行いましょう。指揮法、株主構成、特定株、不動株の割合、対戦相手が見える。一番の特徴は全株数の半分をイオンの本社が持っているということ。つまりイオンの株を買うのと一緒。配当金が高いし信用性が高い本社に貢ぐために作られた属企業。以前から僕は機関投資家によって株価のトレンドが決められている。どの本にも書いてはないけど研究するうちに影響力が分かってきました。今回動画を作っていてこの分野が一番僕勉強になりましたね。このチャート図を見ると面白いことが分かります。下降トレンドの中1ヶ月間上げトレンドで60円株価が上昇しました。下げトレンドになる直前、機関投資家であるシュローダーインベストメントマネジメント株式会社というイギリスの資産運用会社が大量保有報告書を提出していました。保有比率は 5% を超えて1101万株を買い付けていたんです。証券法では保有割合が 5% を超えた時に大量の保有株報告書を、それ以降 1% 変動した時にも報告書を提出する義務があります。で、結論何が言いたいかっていうと、報告義務が発生する 5% になったのが3月31日なので、出来高の低さからなるべく目立たないように買い付けをしていたっていうことが伺えますね。ここまで特段直近5日で高い出来高がないので絶対に隠れてますよね。これを見るだけでもトレンド1ヶ月間向きを変える権利があります。影響力が。指揮法の株主構成では外国としか表示されていないので不動株とか特定株とかの関係はないようですね。なので外国から資本があると不純物が混ざるのでチャートの予想がしにくいっていうのが思いましたね。僕たちが売買している不動株は全体の 4.6%、 通常は 20% くらいなんですけど、これだと流動性の低さが出てくる。一方で時価総額が2765円とかなり大きいので2765億円の 4.5% でもかなりの流通量ですね。特定株は 70% と高めで誰が売りそうとか心配していたんですけど、大量保有報告書には直近1年間の利益がないのでほとんど売ってないのか保有株 1% 以下でちまちま売買しているっていうのがわかります。いずれにしてもチャートの影響はあまりないので外国人の動きのみに注目すればチャートを正確に把握できそうですね。株主構成が把握したところで次は PR、PBR、ROE、業績といきましょう。知ると世界が変わってくる。まずは株価、収益率、PER、基準が15っていうのはまだまだおこっちゃまですよね。正直全然正確じゃない。もう2回目言うけど、業界と時間での変化を見て指標が有効かどうかを調べましょう。比較。他の銀行4社と比較して PER は 10.2 っていうのは結構割高なんですよね。こう見えて。株価を支えているのはイオンの本社だったり、業界では高い配当金が要因だと考えられています。じゃあイオンファイナンシャルが割高かっていうとまた違っていて、 PR は別名人間の興奮具合とか認知度とか信頼、
期待で変化してきます。夢の国東京ディズニーランドでは PR100 を超えてもね、ずっと上がり続けて分割をやって5000円、6000円になってもまだ上がっていくっていうね、よくわからない。株価は上がり続けてるっていうのがよくわかります。これでも教科書には載っていないのが事実。ROE に関しては銀行株は自己資本比率が少なくなってお客様の預かり金で塞いっていっても自分たちが勝手に運用して流動資産のような動きもありますから、この指標っていうのはね、役に立たないんですよね。本当に借金でどうにも動かないっていうよりは、預かったお金で、運用して利益を生んでいるわけなので、強いて言うんだったら銀行業界の銘柄の比較するのには一応有効なのかな。業績は横ばいで、日本は頭打ち状態、海外の比率を高めて数を増やしていきたいところですね。信用倍率、感情が事実の数字でわかる。個人投資家がすでに動いた足跡、冷やしチャートで平均移動線が上昇トレンドであることから、まだこれから上がっていくっていう人間が多いようですね。僕も同感で、いつ買っても利益が出しやすいバイアスがかかっています。全株式の個人株主が占める割合っていうのは 7.2% なので、ほとんど影響ないでしょうね。全部売ったとしても。株価に影響を与えているのは外国人法人のようです。兵は気道なり、戦いとは欺くこと。敵を怒らせて心を動揺させれば、その力に隙が生じる。貴様がやろうとしているのはそれだろう。その手には乗らん。チャート分析第2段階以上を踏まえて方向がわかる。今までの情報を整理してチャートの予想、リスクの把握、リターンを思い出してみましょう。配当利回りが 4.1% で高くて、本社がイオンに配当金を貢ぐために作られた会社の特性上、減配っていうのは本社イオンが許さない。チャートは上昇トレンドで、いつエントリーしても利益が出る。信用残高でも一般投資家が買い一手で走っているっていうことも満場一致。PR の指標はあんまり参考にはならなかったけど、加熱していないぐらいはわかる。怖いのは7月12日、5月31日、4月26日のナイアガラの滝が結構警戒です。はい、来ました。アルゴリズム分析、注文、指し値、設定。攻めは徹底的に。なんだこいつのスタンドは。時間でも止められたみたいに速すぎる。皆さん値段設定結構迷いますよね。僕も迷います。しかし人間迷ってる間は動いていない生産性ゼロの状態です。あの時買っていれば儲けてたのに、軽自動車くらい買えたのになっていうのはよくあること。そんなことを言う暇がある。人間暇になると、人間はそのオンリーワンの存在のはずなのに、他人と比較して自己肯定感をね、下げるんですよね。迷ってるぐらいだったら、暇だったら、とりあえず勇気を出して、自分の恐怖と戦いましょう。まずは、今回は100株ずつ買ってください。別に、1000株でもよくて、とにかく2回に分けましょう。まず、指値注文は1260円。今は1300円から調整している最中で、おしめ買いを狙うんです。本金の安全ストッパーは1147円。イレギュラーな7月12日のようにナイアガラの滝みたいに下落しても 9% の範囲に収まるので、振り落とされず回復して配当金をもらいます。で、そんなに落ちたのをみんな買って、そんなに落ちた時ね、みんな購入して穴がすぐそこを塞がってリバウンドをしているので、アラーム設定を1220円に設定。これ以下だったらいつでも買ってよくて、資金2回目を投入します。これ、値上がり益を2倍にします。これが利回り 30% の正体。値上がりして、配当金以上の 106%、1336円に達成したら、トレーディング自動制御運転の開始。最高値を更新して47円、3.5% 下落した自動で損切り設定を行う。それで、あなた、僕が YouTube の台本制作で疲れて夕方に起きても利益が確定しています。皆さんは株式投資は大変だよねって思うし、言われるんですけど、ほとんどの時間は放置して 1.5 ヶ月間は自動運転。それで一番集中するときっていうのは、注文設定するとき、自分が儲けた場面をね、想像できるか、ストーリーを思い起こして描いて、その通りになるか、息を止めて集中します。写真を撮るときブレないように息止めるような感覚。最後に、投資とは未来にワクワク期待しながら楽しむこと。皆さんは株式投資は真剣に考えていますか？同時に楽しんでいますか？車っていうのは僕を遠くまで運んでくれたり、操る楽しさ、支配する感じを味わえるので好きです。同時に責任もあって事故を起こしたり、自分が死んだり、相手を死なせたりすることもできる。車が悪いんじゃなくて、原因は運転手です。事故を起こす人が何回も起こしますよね。一方で、無事故、無違反のゴールド免許の人もいるし、株のお金っていうのは車でいうガソリンで、マシン、車が人間。
経験するほどどんどん力強くなってくる、グレードが上がっていく、いっぱいガソリン使って安全に早くその先を走ることができる、その景色が見てみたいですね。っていうのも、ちょっとなんでそんなことを無理やり言ったかっていうとね、2023年10月1日から MF ゴーストイニシャル D の後続編のテレビの放送が始まります。皆さんは乗りたい車ありますでしょうか？車って投資家は興味ないっていうイメージがあると思うんですけど、僕はね、自動車工学をエリートで走ってきたので、みんなからの金の無駄とかね、危ないとか言われようが、もうなんて言われようが好きです。自動車整備士だったのに投資家とか VTuber で生計を立てるなんて、今年の4月までは全然妄想でね、想像すらしていなかったですね。実はずっと願っていた、研究していた、こうなることは計算していました。ただ、実際に景色が見えると新鮮ですごく楽しい人生を送っています。YouTube も赤字でもいい、趣味でやってるから、適当な動画作ってお金取るチャンネルに負けるわけがないんですよね。それが証明できて、わー、小春は正しかったと評価いただき、最高の気分です。最後に皆さんは、好きなことはお金かかりますか？コメント書いたらこの動画が面白いということの証明になりますから、お金は車と同じ使い方、まだ見ぬ景色のために自分を連れていく、そんなのが車。使い方次第、あとは行き先次第、短い距離でも絶景の景色っていうのもあります。今日もビジネスとお金について考える当チャンネルすすめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらっているチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚を掴んで大切な人を幸せにするために強くなっていきましょう。それでは皆さん、本日も仕事も遊びも全力で楽しんでいきましょう。ありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。